AI が作った異世界転生もの第15話。黒き影との訓練。黒色のネズミ型のジュマ・シルベリス。契約して数日、俺とシルベリスは徐々に距離を縮めていた。だが、使い魔として使えるには程遠い。おい、そっちじゃない。そっちは餌の袋だ。俺が言っても、シルベリスはくるりと背中を向けて木箱の中に潜っていく。まるで言うことを聞かないな。それでも不思議と腹は立たない。この気まぐれな動きすらどこか愛らしい。レオン様、それは。訓練場で勃剣を構えていたエリスがシルベリスを見て眉を潜めた。10魔だよ。マリアンの研究所で契約してきた。ネズミですか？うん。でも、こいつただのネズミじゃない。将来的には視覚や聴覚を共有できるらしい。エリスは無言でシルベリスを凝視する。可愛くないです。そこかよ。呆れつつも俺は剣を構えた。じゃあ、いつもの訓練始めようか。シルベリスには見学してもらう。そして始まったエリスとの剣術訓練。勃剣が打ち合う音が響く中、ふとエリスの動きに違和感を覚えた。あれ、今の一瞬。後ろ。エリスの背後に黒い影が滑り込んでいた。シルベリスだ。素早く血を吐い、気配を殺してエリスの足元に迫っていた。エリスが後ろへ飛ぶ。間一髪。レオン様、あれ、使えるかもしれません。俺はうなずいた。やっぱりこの子、すごく機敏だ。その様子を屋敷の塀越しにじっと見ていた者がいた。ライゼン。おい、あれはなんだ。いつの間にかマリアンも隣に来ていた。どう？なかなか良い動きでしょう、うちのシルベリス。そういうレベルじゃない。あのネズミ、10魔として訓練されてる上に、あの子供とあの短期間でここまで連携してる。普通じゃねえぞ。ライゼンが顔をしかめた。国家機密級の技術じゃないのか。研究所の傍聴体制はどうなってる？お前、何を勝手に教えてんだ。いいじゃない、レオン君だし。レオン君だしじゃねえよ。マリアンが肩をすくめる。でもね、ライゼン。これは誰でもできることじゃないのよ。レオン君が特別なの。特別？10魔との精神共有は技術だけじゃダメ。適性と魔力の流れの共鳴、それに繊細な意識のコントロールが必要なのよ。大抵のやつはそもそも契約すらできない。ライゼンは黙り込んだ。なるほどな。だから研究段階に止まってるのか。それを無意識のうちに近づいてる。あの子はそういう素質を持ってるのよ。訓練を終えた俺の肩にシルベリスがぴょんと飛び乗る。まるで誇らしげに胸を張るその姿に俺は思わず微笑んだ。お前、本当にすごいな。それがどれほどすごいことなのか、この時の俺はまだ知らなかった。だが確かに感じていた。この黒き影は俺にとって新たな力となる。誰にも真似できない特別な力となる。チャンネル登録、高評価お願いします。